今回はライズ G 復活モンスター予想の後編だ。過去作のメインモンスターや固有など、人気モンスターを中心に願望たっぷりの予想になってるぜ。さあ、ライズ G 級の復活モンスター予想の後編をやっていくぜ。前編では2つ名持ち個体がいたモンスターを中心に紹介したが、後編は願望込み込みの内容をお送りするぜ。願望だけだったら承知しないわよ。今回も判断材料はちゃんとあるから安心しろ。だったらいいけど、今回紹介するのは過去作の人気モンスターたちだぜ。前編がまだの人は、先にそっちを見てきてくれよな。後編最初の予想モンスターはブラキディオスだぜ。準優秀のモンスターで、骨格はボルボロスと同じだな。ボルボロスはライズにも登場しているわね。そうだぜ。骨格のベースがすでに存在している分、追加もしやすいだろうな。ブラキディオスの特徴は、粘菌を利用した爆破攻撃だな。爆発付きのパンチや、角を突き刺して周囲を爆破する攻撃は特に強力だった。ちなみにブラキディオスはトライ G のメインモンスターだ。前作のアイスボーンにも登場していて、ユーザーからの人気も高いモンスターだぜ。復活の理由は人気ってことだけ？人気なのもでかいが、ブラキディオスが復活すると考えた理由は、ライズでの爆破やられ状態の扱いだぜ。爆破やられなんてあったっけ？忘れがちだが、ライズにも爆破やられ状態は存在するぜ。一応説明しておくが、爆破やられ状態は、一定時間放置したり攻撃を食らうと爆発して、追加ダメージを受けてしまう状態以上なんだ。思い出した。ライズだとテオテスカトルが使ってくるわね。イソネミクにもだぜ。他の状態以上攻撃に埋もれているが、一応爆破やられの攻撃も使ってくる。イソネミクには完全に忘れてたわ。まあそうなるよな。実は主玉三つ目も使ってくるんだが、こちらはもっと影が薄い。テオテスカトルの登場で目立ちはしたが、爆破やられ状態が今一つ存在感に欠けるんだ。せっかく存在している爆破やられ状態を、さらに活かすという意味でも、ブラキディオスの復活は濃厚と見ているぜ。次の復活予想モンスターは、トライのメインモンスターだったラギアクルスだぜ。確か水中戦がメインのモンスターよね。その通りだぜ。水中戦といえば、ラギアクルスと思っている人も多いんじゃないかな。でも水中戦って廃止になったのよね。水中戦は賛否両論あったからな。ラギアクルス自体は地上戦メインの形でテこ入れされて、クロスシリーズで復活しているぜ。そのラギアクルスが、どうしてライズで復活すると思ったの？過去作のメインモンスターっていう点と、骨格的にありえそうだからだぜ。同じ骨格のモンスターがライズにいるってこと？回遊士という大枠で言えば、タマミツネやオロミドロ、ロアルドロスなんかがそうだぜ。結構いるわね。さらに、ライズには水没林が復活しているだろ。水没林は回遊種が生まれたトライシリーズと、サードのみの登場だったんだ。せっかく水没林が復活しているのに、回遊種目玉のラギアクルスが復活しないのはもったいないよな。復活するなら、孤島とセットで復活してくれると嬉しいぜ。フィールドをリメイクしたのに、主役がいないのはもったいないわね。だろ？ちなみにアブナコトルも、同じ回遊種のモンスターだぜ。すでに妖体のウロコトルが登場していることから、こちらの復活も割とありえそうだぜ。グラディモスも妖体のバサルモスがいるわよね。そうだな。グラディモスもアブナコトルも強力なモンスターだし、G 級で追加されても見劣りしないだろうな。この辺のモンスターは、過去動画の設定上いないとおかしいモンスターでも紹介しているぜ。そういえば、ラギアクルスには2つ名持ち個体はいなかったの？残念ながら登場していないぜ。主モンスターは2つ名持ちからしか登場していないから、主化の望みも薄いかもな。ただ、登場作品が少ない割に人気があるモンスターだから、復活を望む人は多いだろうぜ。次の復活候補は、イビルジョーだぜ。固有級の危険生物であり、やたらと乱入してくる嫌われ者としても有名なモンスターだな。無印でイビルジョー、G でラージャン追加っていうパターンが過去作に存在しているから、ライズでは逆パターンでの追加を期待しているぜ。私も存在は知っていたわ。イビルジョーは準優秀で、なおかつアンジャナクと同じ骨格だから、復活の可能性は十分にあるぜ。主化も期待したいところだが、イビルジョーには強力な特殊個体はいるものの、これまで亜種も2つ名も存在していないから難しいかもな。ただ、乱入モンスターとしての真の活躍にも期待しているぜ。真の活躍？乱入モンスターの進化は、いろんなクエストに乱入してきて、場をめちゃくちゃにすることなんだ。それゆえにイビルジョーには、強いインパクトがあったんだ。私からしたら最悪だわ。だが、ライズにはそういうがある。過去作ではイビルジョーの乱入は迷惑行為だったが、ライズでは強力な援護に様変わりだ。高難易度のクエストでイビルジョーの乱入が待ち遠しくなる。なんてこともあるかもしれない。なるほど。
乱入がデメリットだけじゃなくなるのね。乱入を逆手に取るかどうかはプレイヤー次第だが、ゲーム性は間違いなく広がるだろうぜ。次はサードのラスボスだった固有、天妻が土だ。嵐を操る能力を持ち、存在するだけで周辺の地域に甚大な被害をもたらす恐ろしい固有だぜ。そういう能力の固有なら、いぶしまきひこがいるじゃない。能力が被っちゃうから復活はしないんじゃない？いぶしまきひこと被るのがダメなら、すでに登場しているクシャルダオラもアウトになってしまう。せっかく能力被り固有が2種もいるんだ。天妻が土も追加して、3種の嵐てんこ盛りになっても問題はないんじゃないか。そんな、3種のチーズ牛丼みたいな言い方をしなくても。それと、モンハン世界はシリーズによって中心となる地域が変わるという設定もあってな。サードの舞台となったゆくも村は、文化的にライズの神村の里と近い地域だと思われる。ハンターが行ける範囲にあるマップとして、水没林も共通しているしな。だから地域的な観点で見ても復活する可能性は十分にあるぜ。ありえそうな気がしてきたけど、天妻が土まで出現したら神村の里が吹き飛びそうね。他にもサードには、アルバトリオンっていう固有もいたんだ。天妻が土とセットで追加されると個人的には胸熱だぜ。そいつはどんな固有なのよ。嵐以外に、炎や雷、猛吹雪など、あらゆる天災を生み出す超危険生物だぜ。骨格のベースはドス固有に近いから、割と復活もありえそうな気がしているぜ。全部追加されたら神村の里に人が住めなくなるわよ。ハンターは全ての固有を跳ねのける怪物だから大丈夫だぜ。百竜夜行で追加される目玉モンスターの予想として、元祖超大型モンスターのラオシャンロンを挙げるぜ。全長が70メートルくらいあるんだっけ？そうだぜ。ラオシャンロンから見たらハンターなんか豆粒だ。歩く天才、動く霊峰の名に偽りなしだぜ。で、そのラオシャンロンが追加される根拠は何なのよ？ラオシャンロンのクエストは、砦の防衛クエストだったんだ。砦の防衛という点で言えば、百竜夜行と相性がいいだろ？そう言われると、確かにありえそうね。百竜夜行の防衛設備はリロード式になっていて、歴代の中でも使い勝手は群を抜いているんだ。そんな環境で超大型モンスターと戦ってみたくないか？確かに、現在の環境ならではの戦い方ができたら面白そうね。さらにラオシャンロンには面白い設定があるんだ。モンハン世界の伝説の一つに、巨大竜の絶命により、伝説は蘇る、というものがあってな。伝説？この伝説っていうのはミラゴレアスのことだぜ。モンハン世界でも最強クラスのモンスターだ。モンハンに詳しい人にとって、ラオシャンロンの追加は、ミラゴレアスをはじめとするミラシュの追加予告でもあるんだ。百竜夜行と相性が良くて、さらに強力なミラゴレアス追加の煽りにもなるのね。ラオシャンロンが登場からの、ミラゴレアス追加という熱い流れが来ることを願っているぜ。次の候補はアカムトルムだな。30メートルの圧倒的な体長を誇る、固有級の危険生物だ。こいつにはぜひとも復活してほしいと思っているぜ。アカムトルムって、お金集めでよく狩られてたってくらいしか知らないんだけど、アカムトルム復活の根拠は何なのよ。根拠はアカムトルムの生態だぜ。アカムトルムは火山地帯に生息していて、グラビモスやバサルモスを食べるんだ。その生態ゆえか、アカムトルムが登場する作品には、バサルモスやグラビモスが登場していることが多い。ライズにはバサルモスがいるから、捕食者のアカムトルムがいてもおかしくないってことね。そうだぜ。他にも、セカンド G にはアカムトルムと対となる存在の、ウカムルバスというモンスターもいたんだ。さっき紹介したアルバトリオンとセットで、サードでは3回と呼ばれていた。まとめて復活してくれると嬉しいぜ。願望通り越して、もはや注文ね。最後に紹介する追加モンスター候補は、キリンだぜ。雷を操る幻獣で固有種に分類されてるぜ。シリーズでも有名なモンスターよね。キリンは初代から存在していた歴史あるモンスターなんだ。モチーフは中国の伝説上の生物であるキリンだぜ。今作の登場モンスターは妖怪がモチーフだが、伝説上の生物もその範疇に入るだろ？確かに、いてもおかしくなさそうね。むしろいないとおかしいくらいに思っていたぜ。ライズ G 以前に、ライズの大型アップデートで追加されると予想していたんだがな。モンスターそのものもそうだし、キリン装備も人気があるから、復活を期待する人は多いだろうぜ。確かに女性の装備は可愛いわ。重ね着をする人が増えそうね。ということで、ライズ G の復活モンスター予想はここまでだ。ちょっと待って、聞きながら調べたけど、他にもクロスシリーズで2つ名持ち個体がいたモンスターがいるわよね。ああ、大名ザザミと将軍ギザミだな。そうそう、その2種は紹介されなかったわよね。世界観的にもありだし、復活を望む人も多いと思うが、望み薄だろうな。
どうして？骨格の問題だぜ。大名ザザミと将軍ギザミは広角種なんだが、ライズには広角種骨格のモンスターは小型も含めて登場していないんだ。過去作のメインモンスタークラスは、骨格も含めて追加される可能性があるが、ザザミもギザミもメインモンスターではないからな。その辺も考慮して、今回は紹介しなかったんだ。なるほどね。逆に、今回紹介しなかったが、ババコンガやドドブランゴは、まだ可能性があると思っている。同じ多重種のラージャンがいるからな。そうなのね。いろんな種類のモンスターと戦える方が楽しいから期待したいわね。今回の予想が当たっても嬉しいが、予想外のサプライズモンスターも欲しいところだよな。ライズ G の発表を楽しみに待とうじゃないか。私も腕を磨きながら待つことにするわ。今回の動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録、よろしくだぜ。前編に引き続き、復活モンスターの希望があったら、ぜひコメント欄に書き込んでね。ご視聴、ありがとうございました。モンハン世界の住人は快活な人ばかりだが、実はかなり過酷な環境を生き延びているんだぜ。中でも天才レベルに過酷なのは、歩くだけで街をめちゃくちゃにしてしまう、超大型モンスターの襲来だ。歴代モンハンでは種を変え部隊を変え、様々な超大型モンスターとハンターの戦いが繰り返されてきたんだ。今一度、これまでの戦いの軌跡を振り返ってみないか？次回、歴代モンハン防衛戦まとめ、ゆっくり見ていってね。